はい、皆さんこんにちは。いつも大変お世話になっております。本日は世界お茶のみ話にお越しいただきありがとうございます。風変わる爽やかな季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。先月から引き続き YouTube の生配信はございません。後日協会チャンネルに今回の講演の様子がアップロードされますので、そちらをご覧ください。また講演に移る前に一つお知らせがございます。前回の世界お茶のみ話でも説明があったかと思いますが、つくば市国際交流協会では、ウクライナの人道危機対応及び救援活動を支援するため募金箱を設置しております。こちらですね。皆様からお預かりした募金は日本赤十字社を通じてウクライナ救援活動に充てられます。こちらは5月31日火曜日までつくば市役所2階つくば市国際交流協会の窓口にございますので、皆様の温かいご支援をお願いいたします。本日は募金箱を会場の受付に持ってきておりますので、ご支援いただける方はよろしくお願いします。さて、第57回世界お茶のみ話はオーストラリア編になります。本日講師を務めますのは上どうぞのアンさんです。アンさんは来日して20年以上になりますが、そのうち15年間はここつくば市に住んでいました。今日参加されている方の中にはご存知の方もいるかと思いますが、協会が開催しているメディカル英会話やおもてなし英会話などの講座を講師としてアンさんにお願いしており、私たちも非常にお世話になっている方でございます。そして今回は英語での講演になりますので、ご覧の通り通訳がつきます。通訳を務めますのは牧原さんです。本日はよろしくお願いします。講演後には質疑応答の時間がございますので、オーストラリアのこと、アンさんのことについてぜひ皆さんご質問ください。早速でありますが発表に移りたいと思います。アンさん、準備はよろしいでしょうか。Yes, it's okay, thank you. はい、ではよろしくお願いします。So, good afternoon, everyone. So, my name is Anne, and today I'd like to tell you a little about Australia and the other places that I have called home. 皆さんこんにちは。私はアンと申します。今日は皆さんに私の故郷であるオーストラリアと、そして私が故郷と呼んできた他の場所についてもお話ししたいと思います。So, first, let's look at the location and the size of Australia. まず最初にオーストラリアの場所とサイズを見てみましょう。So, where is Australia? So, here is Australia, and here is the largest city, Sydney. ここがオーストラリアです。そしてここが最大の都市シドニーです。How far is it from Sydney to some other places? Well, it is 7,830 kilometers from Sydney to Tokyo, and a little over 7,000 kilometers to Miyako Island. シドニーから他の場所までどのくらいの距離があるのでしょうか。例えばシドニーから東京までは7830キロ、そして宮古島までは7000キロちょっとです。The closest capital city is Port Moresby, and New Zealand is quite far. 最も近い首都はポートモレスビーです。ニュージーランドはかなり遠いです。One thing you might be surprised to know is Antarctica is quite close. 一つ聞いて驚かれると思いますが、南極大陸はかなり近いです。So Australia has 6 states and 2 territories. オーストラリアには6つの州と2つの準州があります。The territories have small populations, so they don't have enough people to become states. 準州とは少し人口が少ないので、州には十分ではないというところです。Sydney is the biggest city in Australia.
Australia, but the capital city is Canberra. シドニーはオーストラリアで最大の都市ですが、首都はキャンベラです。Actually, Australia is huge. For example, the state of South Australia is the same size as Egypt. 実にオーストラリアは大きいです。例えば、サウスオーストラリア州はエジプトと同じサイズです。And how about compared to Japan? How many times bigger is Australia? そして日本と比べるとどうでしょうか。オーストラリアは日本の何倍あるんでしょうか。Well, Australia is over 20 times bigger than Japan. 答えはオーストラリアは日本の20倍の大きさです。And Queensland is about 5 times the size of Japan. そしてクイーンズランドはだいたい日本の5倍です。But the amazing thing is, Japan has 15% more coastline than Australia. けれども驚くことに海岸線をすべて足してみるとその長さは日本の方が 15% も長いのです。And how about the people, the food, etc.? では次にオーストラリアに住む人々、そして食べ物などについてお話しします。Let's look at some data. Japan has 100 million more people and 100 times the population density. ではいくつか統計を見てみましょう。日本の人口は1億とちょっとです。そして人口密度はオーストラリアの100倍です。The life expectancy is about the same, but Australia has more young people, so the average age is younger. 平均寿命は大体同じですが、オーストラリアには若い人が多いので、平均年齢はより若くなります。Japan has a lot of hospital beds, but Australia has more doctors per 1,000 people. 日本にはたくさんの病院のベッドがありますが、オーストラリアには1000人に対するお医者さんの数がより多くなっています。So, who are the Australian people? オーストラリアにはどんな人々が住んでいるのでしょうか。Well, for thousands of years, Australia has been the home of the Aboriginal people. 過去何千年もの間、オーストラリアはアボリジナルの人たちの故郷でした。Please use the word people with an S, because there are many different groups all over the country. 今、peoples と言いましたように、people に S をつけて複数にして使ってください。と言いますのは、国中にさまざまなグループが住んでいたからです。Until the British came in 1770, there were over 250 different languages spoken by those people. イギリス人が1770年にやってくるまで250種以上の言語が話されていました。In 1770, Captain Cook, who I'm sure you know about, found a safe place to land his ship near what is now Sydney. After that, the first settlement was created in 1788. 1770年、クック船長のことは皆さんご存知だと思いますが、現在のシドニーの近くで安全な場所を見つけて上陸しました。その後、最初の植民地が1788年に作られました。In the past 200 years, many new people have come to Australia, and now about half of Australians were born overseas or they are second generation. 過去200年の間にたくさんの人々がオーストラリアにやってきて、今やオーストラリアの大体半分は海外で生まれたか、またはその2世です。In the 2016 Australian census, people were asked about their nationality of the family members for the past 3 generations. 2016年の国勢調査で過去3世代にわたる家族の国籍が尋ねられました。You can see that many people have family members from the United Kingdom, England,
Ireland, and Scotland. ご覧の通り、たくさんの人たちはイギリス、つまりイングランド、アイルランド、そしてスコットランドの出身者でした。Actually, my family is like this. My mother's ancestors were from England, and my father was born in Scotland. That means I'm half Australian and half Scottish. まさしく私の家族もこれと同じです。私の母の祖先はイングランド出身で、私の父はスコットランドで生まれました。つまり私は半分オーストラリア人、そして半分スコットランド人です。Many of my friends at university had Italian or Greek parents. 私の大学時代の友達の多くはイタリアやギリシャの両親を持っています。But in the past decades, Australia has become more multicultural, and it is home to people from all around the world. 過去何十年にもわたってオーストラリアは多文化国家となってきました。そして世界中の人々の故郷です。Because there are many different people of different cultures, you can find any kind of food and drinks that you want. オーストラリアにはさまざまな文化、さまざまな人たちが住んでいますから、欲しいものはどんな食品でも飲み物でも手に入れることができます。There are too many things to tell you about today, so I'd like to tell you some foods from my childhood that you can still find today, but they might be different in Japan and in other countries. すべてお話しするのは無理ですから、今日は私の子供の頃からあって、さらに今でも残っているもの、けれども日本や他の国とちょっと違っているもの、そんなものについてお話ししたいと思います。Two very popular things to eat for lunch are meat pies and sandwiches. ランチに食べる2つのとても有名なものはミートパイとサンドイッチです。These things were originally from England, but this type of meat pie became a very Australian food. これらは元はイギリスから来たものですが、このタイプのミートパイは非常にオーストラリア的な食べ物となりました。So the outside is made with pastry, and the top should be flaky. They're about 12 centimeters in diameter. The filling is usually minced meat, mostly beef in a gravy. And a lot of people eat it with tomato sauce. We don't say ketchup in Australia. 外側はパイ側でできていて、上の部分はサクサクしています。直径はだいたい12センチぐらいで、中に入っているのは普通は牛のひき肉です。それは肉汁をたっぷり含んでいます。多くの人はトマトソースをかけて食べます。私たちオーストラリアではケチャップとは言わないですよ。Next is a typical boxed lunch for kids. I ate something like this for my 13 years of school, from kindergarten to the end of high school. 次が子どもの典型的なお昼のお弁当です。私も幼稚園からハイスクールの終わりまで13年間、このお弁当を食べてきました。For dinner, my family often had meat and vegetables. This picture is roast lamb, which we had quite often. The vegetables were mostly mashed potato, mashed pumpkin, and either peas or green beans. Sometimes we had boiled carrots, and in summer we had salad. 夕飯には私の家族はよく肉と野菜を食べました。この写真は私たちが昔よく食べていたローストラムです。野菜はほとんどの場合、マッシュポテトやマッシュかぼちゃ、またはグリーンピースとかエンドウ豆でした。時には茹でた人参が出ました。そして夏にはサラダを食べました。In Australia, we can buy iced coffee, which is coffee flavored milk, and it's quite sweet. If you get any flavored milk that looks like this, they will all be sweet. You can find them in any deli or supermarket. And this one is a square meat pie. オーストラリアではコーヒー味の冷たい牛乳を買うことができます。そしてそれはとても甘いです。もしあなたがこのような味のついた牛乳を買ったら、それらはすべて甘いです。で、これはどこのデリやスーパーでも買うことができます。
してこの下の方は、四角いミートパイです。When I was a child, we always had biscuits for after-school snacks or to have with tea and coffee. They can be plain, like in this picture, or have cream filling. 私が子供の頃、いつも放課後のおやつに、または紅茶、コーヒーと一緒にビスケットがありました。この写真のようにプレーンなものや中にクリームが入っているものがありました。In British English and in Australia, these are not cookies, they are biscuits. I think cookies are the large, soft type that you can find at Starbucks coffee shops. ブリティッシュ英語やオーストラリアでは、これはクッキーではなくてビスケットと呼んでいます。クッキーというのは、スターバックスにあるようなもっと大きくて柔らかいタイプだと思います。Next is a type of cake. It's a simple vanilla sponge cake that is coated with sweet cocoa and coconut. They are called lamingtons. They are a typical Aussie cake. 次がケーキです。これはとてもシンプルなバニラのスポンジケーキで、周りに甘いココアとココナッツをまぶしたものです。ラミントンという名前です。これは典型的オーストラリアのケーキです。And finally, here is a photo of traditional Australian scones. My parents often made them when friends drop by for a cup of tea. You can make them from start to finish in under 20 minutes. で、最後にあるのがとても伝統的なオーストラリアのスコーンです。私の両親はよく友達がお茶に来てくれますとこれを作りました。スコーンは作り始めて20分ぐらいですぐできてしまいます。Like in this picture, they are often served with jam and cream or butter and jam. Mostly they're for afternoon tea. It's really funny that my American friends call these biscuits and they eat them for breakfast. この写真のように普通はジャムとクリームまたはバターとジャムを添えて出されます。ほとんどの場合アフタヌーンティーです。とても面白いことに私のアメリカの友達はこのスコーンをビスケットと呼び、さらに彼らはそれを朝食で食べます。I just mentioned that I ate sandwiches for my school lunches for 13 years. So I attended public schools and there's no lunch program at public schools. で、私は今13年間学校のお弁当にサンドイッチを食べたとお話ししましたが、私は公立学校に通っていて、公立学校では給食のプログラムはありません。So in my home state, education is compulsory from 6 years old. We have primary school from kindergarten to the end of year 6. And in recent years, some primary schools have a pre-kinder year. 私の州では6歳からが義務教育とされています。幼児部から6年生の終わりまで小学校があり、最近ではその前にさらに小さい年齢の子のクラスがあります。Next is secondary school, which is often called high school. It also has 6 years. Up to the end of year 10 is compulsory education. Students can then study years 11 and 12, or they can get a job and do other trainings, but they must do something until they're the age of 17. 次の段階の学校教育はハイスクールです。それは6年間行われます。10年生の終わりまでが義務教育です。その後生徒は11年生、12年生として勉強するか、または何か仕事を売るか、または何か他の訓練を受けることになります。17歳までは何か教育を受けなくてはなりません。So recently there are 2 different courses for senior high school students. Students can choose an exam-based course or a training-based course. If you take the exam course, you can go directly to university. The training course is... sorry, go ahead. 最近ではハイスクールの11年生、12年生には2つのコースがあります。1つは試験を受けるコース、もう1つは専門的な訓練を受けるコースです。もし試験を受けるコースを選んだら、そのまま大学へ行くことができます。
And the training course is more like the first years of a technical college. These students can then continue to study more at a college to get a qualification, such as being an electrician, etc. で、訓練を受けるコースは専門学校の1年生のようなものです。これらの生徒はさらにカレッジで勉強を続けて、例えば電気技師などの資格を取ることになります。By the way, at all public schools and most private schools in New South Wales, the students wear a school uniform. My schools had different uniforms for summer and winter, but you could choose the time to change the uniform by yourself. There was no set time to change. ところで、すべての公立学校、そしてほとんどの私立学校では、ニューサウス州の生徒にも、私立学校のほとんどではそうなんですが、ニューサウスウェールズ州の生徒にも制服があります。私の学校では夏と冬、それぞれ制服がありましたが、夏冬どちらの制服を着るか、着替える時期を自分で決めることができました。夏冬の制服を変える決まった時期というのはありませんでした。Changing the topic, I'd like to mention about money. ではちょっと話題を変えて、お金について次はお話ししたいと思います。As you can see, the notes are very brightly colored, and the reason for that is because they're made from a kind of plastic. It's really hard to explain the texture, but a soft plastic. ご覧のように紙幣はとても明るい色で印刷されています。その理由は紙幣が一種のプラスチックでできているからです。この紙幣の手触りを説明するのはとても難しいのですが、柔らかいプラスチックという感じです。When I was young, the notes were made of paper, the same as in Japan, but more colorful than Japanese money. Then in 1988, the first polymer note was introduced. Then in 1992, all notes changed. 私が若かった頃、日本と同じように紙幣は紙で作られていました。ただ、日本のお金よりもずっと色が派手でしたが、そして1988年に最初のポリマーの紙幣が導入され、その後、1992年には全ての紙幣がポリマーで作られるようになりました。Another change was that the $1 and $2 changed from notes into coins. It is actually confusing because they're quite small and their color is gold instead of silver like the other coins. もう一つの変化は、1ドル札と2ドル札がコインになったことです。これはすごく小さいコインなので実に分かりにくいのですが、その色は他のコインのように銀色ではなくてゴールドです。There used to be 1 cent and 2 cent coins, but they were discontinued. Now all prices are rounded to 5 cents. 昔は1セントや2セントのコインがありましたが、もうなくなりました。今すべての値段が5セント以上に切り上げられています。One thing I really love is that there are 20 cents, $2, and $20. I really like the 2,000 yen note in Japan, and I wish it were used more. For me, it's totally natural. 一つ私がすごく好きなのは20セント、2ドル、20ドルがあることです。日本の2000円紙幣も好きなんですが、もっと使われたらよかったなと思っています。私にとってとても自然な数え方なんです。So Australia is so big that there are too many things to talk about. So from now on, I will focus on the places where I have lived. オーストリアはとても大きいので、話したいことがあまりにもたくさんあります。そこでここからは私が今まで住んでいた場所に焦点を当ててお話をしたいと思います。So let's go back to the map of Australia again. ではまた先ほどのオーストラリアの地図に戻っていきます。So this is the state of New South Wales, which is 2.1 the size of Japan. Sorry, 2.1 times the size of Japan.
It's my homestead, and the red mark shows my hometown called Broken Hill. ここはニューサウスウェールズ州で日本の 2.1 倍です。そしてここが私の故郷がある州です。そして赤いマークが私の故郷の町ブロークンヒルです。So it's in the semi-desert, and as you can see from this photo of a highway going to my hometown, there is nothing around, just the road and the sky. No people, no houses, nothing. ここは半砂漠地帯で、この写真からもお分かりになるように、私の故郷へつながっているハイウェイの周りには何もありません。ただ道路と空があるだけです。人もいませんし、家も建っていません。The original broken hill that existed is gone, but maybe it looked like this. European and English people were more used to landscapes like in this photo, so when they found a hill that was not round, they called it the Broken Hill as a landmark. かつて存在していた昔のブロークンヒルはもうありません。けれど、こんな感じだったと思います。ヨーロッパとイギリスの人たちにとって、このような写真の景色は見慣れたものです。ですから、丸い形ではない丘を見つけたとき、彼らは目印としてブロークンヒルと呼びました。So where is Broken Hill? So even it is in the same state as Sydney, it is 1,150 kilometers by road. If you drive, it will take you at least 13 hours of non-stop driving. For most people, it will take longer. To fly, it takes 2.5 hours. ブロークンヒルはどこにあるんでしょうか。ブロークンヒルはシドニーと同じ州にありますが、道路の距離として1150キロあります。もし車で行くのでしたら、全く途中で止まらずに最低13時間はかかると思います。大抵の人にとってはもっとかかるでしょう。飛行機で行くとしたら2時間半です。By the way, that's about the same as flying from Haneda to Naha, which takes 2 hours 40 minutes. ところでこの距離は羽田から那覇まで飛行機で行くのと同じくらいです。2時間40分です。The closest big city to Broken Hill is Adelaide, which is exactly 500 kilometers. ブロークンヒルに最も近い大都市はアデレードでちょうど500キロぐらいあります。Mildura is the closest town the same size as Broken Hill, and it's 300 kilometers. でミルデュラはブロークンヒルとちょうど同じサイズの最も近い町で300キロぐらいです。All the other towns you can see on the map are very small. でこの地図にある他の町はすべてとても小さいです。So this is what Broken Hill looks like from the air. Can you notice something on the right side? これはブロークンヒルを空から見た写真です。右側の方に何かあるのに気づきましたか？ What you saw was an open-cut mine. My hometown is a mining town. それは露天掘りの鉱山です。私の故郷は鉱山の町です。In the center, you can see the dark purple part, which is where the original Broken Hill was. It disappeared when they began mining. 真ん中に濃い紫色の部分がありますが、ここが昔のブロークンヒルがあった場所です。鉱山を掘り始めた時にそこは消えてしまいました。The main minerals are lead, zinc, and silver. The length of the valuable rock area is 7.5 kilometers, and it's up to 1.6 kilometers deep. で主な鉱物は鉛、亜鉛、そして銀です。価値のある鉱物自体は長さ 7.5 キロ、そして深さ 1.6 キロです。Broken Hill is also called the Silver City.
ブロックンヒルは別名、銀の町とも呼ばれています。It was founded in 1883 and is Australia's longest-lived mining city. ここは1883年に建設され、オーストラリアの中でも最も長い歴史を持つ鉱山の町です。It had the world's largest zinc-lead ore deposit, and it was also very famous for silver. 世界最大の亜鉛、鉛鉱床があり、銀でもとても有名です。In one museum, you can find a tree made of 8.5 kilograms of silver, and it's very beautiful. で、ある美術館に行きますと、8.5 キロの銀でできている木を見ることができます。とても美しいです。So this is an old photo of a mine, and some of these were used until modern times. This part is like an elevator. The tower part was used to pull up a cage that took men underground. で、これは鉱山の古い写真で、いくつかは現代まで使われていました。で、この部分がエレベーターのようなものです。塔の部分は労働者を地下まで連れていく箱を引っ張り上げるために使われていました。Broken Hill has a lot of very beautiful historical buildings, and some of them, like the post office, are still in use today. ブロックンヒルにはたくさんのきれいな歴史的建物があります。そのいくつかは郵便局のように現在でも使われています。This is the trades hall. It's beautiful, isn't it? で、ここは工業組合員の集会所です。とてもきれいだと思いませんか？ Here you can see an old hotel, and the building next to it is also very old. In the background is the open cut mine. ここにあるのは古いホテルで、その隣にある建物もとても古いです。後ろの方には露天掘りの鉱山が見えます。This is the main street. Not so much has changed in 100 years. It's called Argent Street, and Argent means silver. で、ここがメイン道路です。100年経った後でもそれほど変わっていないと思います。ここはアージェントストリートと呼ばれています。アージェントとは銀のことです。20 years ago, I visited Hokkaido in Japan, and I was really surprised how similar it is to my hometown. I think Toronto really looked like Broken Hill. 20年前に北海道を旅行した時、私の故郷とあまりにも似ているのでとてもびっくりしました。富良野の町は本当にブロンクンヒルそっくりだと思いました。But if I may be honest, I think the clock tower of my hometown is much better than the one of Sapporo. でもちょっと正直に言わせていただくと、私の故郷の時計台の方が札幌の時計台よりずっと素敵だと思います。And when I moved to Tsukuba in 2002, I was even more surprised. Tsukuba reminds me very much of Adelaide in South Australia, where I went to university. The city plan is very similar. そして私は2002年につくばに引っ越しました。そしてその時もっと驚いたんです。つくばは私が通っていた大学の都市、サウスオーストラリア州のアデレードにそっくりなのです。都市計画が非常に似ています。So we can see North Terrace, South Terrace, and also West Terrace and East. These are large main roads like Nishi and Higashi Odori. And Adelaide city centre is surrounded by parks and gardens. 北テラス、南テラス、そして西、東テラスがあります。これは西大通りや東大通りのようなメイン道路です。アデレード中心地は公園や庭園で囲まれています。Can you guess where this photograph was taken? 皆さん、この写真どこで撮ったのかお分かりになりますか？
You might think this is somewhere in Tsukuba, but actually it's Adelaide. Many of the old streets in Adelaide are lined with trees. A lot of the trees are European trees, so the leaves fall in the autumn, the same as in Tsukuba. And you can see that the streets are very wide. Adelaide was a very well-planned city, even though it was first designed in 1836. つくばのどこかと思った方がいらっしゃると思いますが、実はこれはアデレードです。アデレードの多くの古い通り沿いには木が並んでいます。多くはヨーロッパの木なので、秋にはつくばと同じように落葉します。そして通りの幅がとても広いです。アデレードは1836年に初めてデザインされましたが、非常にうまく街づくりがなされています。Adelaide has a lot of trees, so how about the climates of Broken Hill and Adelaide? Let's see. アデレードにはたくさんの木がありますが、次にブロークンヒルとアデレードの気候を比較してみましょう。So Broken Hill is a little hotter in summer and colder in winter. ブロークンヒルの方が夏は少しだけ暑いですが、冬は少しだけ寒いです。The humidity is lower and the yearly rainfall in Broken Hill is less than half that of Adelaide. 湿度は少し低く、ブロークンヒルの年間降水量はアデレードの半分以下です。Broken Hill is very dry. ブロークンヒルはとても乾燥しています。How about Broken Hill and Tsukuba? では次にブロークンヒルとつくばを比べてみましょう。Tsukuba's summer temperature is very similar to Adelaide, so a little cooler than Broken Hill in summer. つくばの夏の気温は非常にアデレードに似ています。つまりつくばは夏はブロークンヒルより少し涼しいです。Broken Hill does have a frost a few times a year in the early morning, but Tsukuba is really freezing. ブロークンヒルでも年に何回か早朝霜が降りることがありますが、つくばはものすごく寒いです。And let's look at the humidity and rainfall per year. 次に湿度と年間降水量を見てみましょう。Tsukuba has double the humidity and 5 times the amount of rain. Wow. つくばは湿度が2倍、降水量は5倍です。驚きです。So the land around Broken Hill is very dry. So what is the land used for? ブロークンヒルの周りの土地はとても乾燥しています。そこでどのように土地が使われているか見てみましょう。This map shows the land use in Australia, and the light yellow is grazing native vegetation. That means animals like sheep and cattle eat the plants that grow there naturally. この地図はオーストラリアで土地がどのように使われているかということを示しています。薄い黄色は自生植物を放牧していることを表しています。どういう意味かというと、羊や牛の家畜が自然にそこに生えている草を食べるということです。So how about around Broken Hill? Well, it's almost all sheep country. ブロークンヒルのあたりはどうでしょうか。ほとんどすべて羊の放牧地です。So here is a picture of one station. There's no good word in Japanese. I wrote farm, but stations are not farms. Maybe the only similar thing is the American word ranch, like you can find in Texas. でこれはあるステーションの写真です。このステーションには日本語の良い言葉が見つかりません。ファームという言葉も書いてみましたが、ステーションはファームとは違います。多分唯一考えられる言葉はアメリカの言葉で、テキサスにあるようなランチが似ていると思います。So this station
station is a little larger than Kanagawa Prefecture. このステーションは神奈川県の広さより少し大きいくらいです。It's not the largest or the smallest in the area, and it is home to 35,000 sheep. In the photo, you can see sheep shearing. These are probably merino sheep, so the wool is very good quality. ここはその地域で最も大きいものでもなければ最も小さいものでもなく3万5,000頭の羊を飼っています。で、この写真は羊の毛を刈り取っている様子です。これらは多分メリノ羊で、その羊毛は非常にクオリティの高いものだと思います。You might wonder why the name of this station is written on the roof. Well, like many stations, this one has a small airstrip so that small airplanes can land there. Pilots can see the name of the station from the air. で、この写真でステーションの名前が屋根に書かれていますけど、ちょっと不思議に見えますね。これは多くのステーションが小さな飛行場を持っていて、小さな飛行機がそこに着陸できるのです。パイロットはそのステーションの名前を上空から見ることができるというわけです。One reason an airplane might come is because of the Royal Flying Doctor Service. 飛行機が来られるようにしている理由は、ロイヤルフライングドクターサービスです。Broken Hill has a flying doctor base, so if someone has an accident, the airplane is like an ambulance and can come and save them. ブロークンヒルにはフライングドクターの基地があり、事故があると飛行機が救急車の代わりに来て救助します。Other than an accident, the other reason you might need a flying doctor is if you get bitten by a deadly snake. 事故以外にもフライングドクターが必要な理由は毒蛇に噛まれることがあるのです。The area around Broken Hill is home to the eastern brown snake, and they are very common. Sometimes we had them in our yard when I was a child. ブロークンヒルの周りはイースタンブラウンスネークの生息地です。これは非常によく見られます。私が子供だった頃、家の庭に時々いるのを見たことがあります。If you go driving north, you have a risk to find an inland taipan. They are very rare and shy, but that's a good thing because they are the most venomous snake in the world. 北の方に少し車で行くと、インディアンタイパンという危険なヘビを見つける可能性があります。これは世界で最も毒性が強いですが、幸運なことに生息数が少なく、性格もおとなしいです。Broken Hill also has a lot of redback spiders, and you'll be very sick if one bites you. ブロークンヒルにはまたセアカグモがたくさんいて、噛まれると重い病気になります。When I was a child, my mother always said, "Be careful, don't touch anything." So I was really shocked when I came to Japan and found out that kids like to catch beetles and many other things. 私が子供の頃、母はよく気をつけて何も触らないでとよく言っていました。私が日本に来てとてもショックだったのは、子供たちがカブトムシを平気で捕まえようとしている姿でした。But Australia doesn't have any big bears or big scary land animals that can eat you. でもオーストラリアには人間を食べてしまうようなクマや大きな怖い陸上動物はいません。By the way, some people think koalas are a kind of bear. They are not. They are marsupials, the same as kangaroos. ところで、コアラはクマの種類だと思っている方がいらっしゃいませんか？コアラはクマではなく有袋類で、カンガルーと同じ種類です。So marsupials carry their baby in a pocket. Maybe you didn't know, but koala mothers also carry their baby in a pocket on the front until the baby is too big, and then the baby will move to her back. 有袋類はお腹のポケットに赤ちゃんを入れています。多分ご存知なかったと思いますが、
コアラのお母さんも赤ちゃんをお腹のポケットに入れて歩いています。そして赤ちゃんが大きくなるとお母さんの背中に移ります。So kangaroos are like sheep and can eat a lot of grass and other plants. So you can find them almost everywhere in Australia, even in the hot, dry deserts. カンガルーは羊と同じように草や植物をたくさん食べますから、暑い乾燥した砂漠地帯も含めてほとんどオーストラリア全土で見ることができます。There are two kinds of kangaroo, red and grey, and both live near my hometown. Koalas only eat the leaves of some kind of eucalypt trees, so they live in forest areas. My hometown is too hot and dry for koalas. カンガルーには2種類、赤と灰色のがいて、両方とも私の故郷の近くに住んでいます。コアラはユーカリの葉っぱしか食べないので、森林地帯に住んでいます。私の故郷はコアラにあまりにも乾燥して暑すぎます。But let's look at this map again. Australia has so many things to see and do. So most people go to places like Sydney and the Opera House and the Harbour Bridge, or to the Great Barrier Reef to see the tropical ocean. And some people go to Uluru, also called Ayers Rock. ではこの地図をもう一度見てください。オーストラリアには見るもの、することが非常にたくさんあります。多くの人はシドニーのような場所に行ってオペラハウスを見たり、シドニーハーバーブリッジを見たりします。また熱帯の海を見るためにグレートバリアリーフまで行きます。またある人は別名エアーズロックのウルルに行きます。I've been to Sydney a few times, but maybe only 4 times, I think. 私は何回かシドニーに行ったことがありますが、多分4回しか行ってないと思います。So I've seen a little of the state of Victoria, but I've never been to Melbourne. And I've never been to Queensland, Tasmania, Western Australia, or the Northern Territory. 私はビクトリア州を少し旅行したことがありますが、メルボルンには行ったことがありません。そしてクイーンズランドにもタスマニアにもウェスタンオーストラリア州や北部の準州にも行ったことはありません。But actually, Australia is just too big, so I haven't seen very much at all. Some Japanese people have seen more places than I have. 実際、オーストラリアはあまりにも大きいですから、私は全てを旅行していません。日本には私よりもたくさんオーストラリアを旅行している方が多いのではないでしょうか。So in the past 20 years, it's been easier and cheaper to fly here and there. But when I lived in Australia, air travel was very expensive. ここ20年くらい、あちこち飛行機で旅行することはより簡単に、よりお金もかからなくなりましたけれど、私がオーストラリアに住んでいた頃は飛行機代は非常に高かったんです。So if you do go to Australia, please don't try and visit too many places in one trip. It's better to choose just a few places and see them in detail. もしあなた方がオーストラリアにいらっしゃるなら、あまり1回の旅行で多くの場所に行き過ぎないでください。いくつか2、3の場所を選んで、そこを細かく見て回った方がいいと思います。So I grew up in Australia and I've lived in Tokyo, Kanagawa and Ibaraki. And then 5 years ago, I moved to Okinawa. というわけで、私はオーストラリアで大きくなり、東京、神奈川、茨城に住みました。そして5年前に沖縄に引っ越しました。Where is Okinawa Prefecture? The answer is, it's very far from Tokyo. では沖縄県とはどこにあるんでしょうか。正解は東京からとても遠いところです。So I live on Miyako Island and it's 1,830 kilometers from Tokyo and it takes 3 hours on a direct flight. 私は東京から1830キロ離れている宮古島に住んでいます。直行便で3時間かかります。When I moved here, I was surprised to hear some local people say, next week I'll go to Okinawa. I thought,
This is Okinawa. 私がここに引っ越した時、驚いたことに、ある地元の人が来週は沖縄に行くんだと言っているのを聞きました。私はここが沖縄でしょと思っていたのです。But for Miyako people, Miyako Island is not Okinawa. Miyako is Miyako. Ishigaki is Yaeyama, and the main island of Okinawa is Okinawa. けれども、宮古島の人たちにとって、宮古島は沖縄ではありません。宮古島は宮古島です。石垣島は八重山、そして沖縄本島が沖縄です。So on this small map, we can see Yonaguni, which is just Yonaguni Island. Ishigaki, Iriomote, plus a few other small islands are the Yaeyama group. Tarama is a very small island, and it's usually grouped with Miyako for some government work. この小さな地図で与那国町がありますが、まさしく与那国島です。石垣島と西表島といくつかの小さな島を合わせて八重山群島です。タラマはとても小さな島で、市の手続きをする場合、普通宮古島と同じグループ分けがされています。So Miyako is surrounded by beautiful ocean. Please check it on a satellite map. 宮古島はきれいな海に囲まれています。衛星地図で見てみましょう。The light color you can see is the shallow water with reefs. で、島の陸地沿いの薄い色の部分、これはサンゴ礁の浅瀬です。This is Miyako Island. Coastline is just over 130 kilometers. ここ Here が is, sorry, go ahead. ここが宮古島です。海岸線は130キロ以上あります。Here is Ikema Island. Here is Kurima Island. And here are Irabu and Shimoji. Many people think this is one island, but it's not. There's a gap, like a river, between Irabu and Shimoji. で、ここが池間島、ここが栗間島、そしてここが伊良部島と下地島です。多くの人はこれが一つの島だと思っていますが、そうではありません。伊良部と下地の間には川のような隙間があります。Over here is Ogami Island, and it's only accessible by boat. ここが小上島で、船でしか行くことができません。Many people say that Miyako is flat because the highest point is only 114 meters and there are no mountains. But actually, in reality, the island is not flat. It has a lot of ups and downs. If you try to ride a bicycle in Miyako, you'll soon understand it's not flat like Tsukuba City. 多くの人は宮古島は平らだ。なぜなら一番高いポイントでもわずか114メートルだからと思っています。確かに山はありませんが、実際には宮古島は平らではありません。高いところ、低いところがたくさんあります。もし宮古島を自転車で走ってみれば、つくば市のように平らじゃないということがすぐお分かりになると思います。One famous thing to see in Miyako are the three big bridges. Irabu Bridge is the longest toll-free bridge in Japan. 宮古島の一つの見どころは3個の大きな橋です。平部大橋は日本の無料の橋で一番長いものです。Until the bridges were built, island residents had to use ferries, and life was very inconvenient. 橋が作られるまで島の人々はフェリーを使わなくてはならず、生活はとても不便でした。Many people said that I was crazy to move from a very convenient place like Tsukuba to an island in the middle of nowhere. But actually, please remember where I grew up. Broken Hill was also like an island in the desert, while Miyako is an island in the ocean. つくば市のように便利な場所から何もないところの真ん中にあるような島へ引っ越すなんて
ちょっとクレイジーとたくさんの人に言われました。でも実際、私が育った場所を思い出してください。ブロークンヒルも島、砂漠の中の島のようなところでしたし、宮古島も海の中の島です。One coincidence is the sky and the soil in my hometown and Miyako are the same. In summer, the sky is an amazing blue, and both places have red soil. 私の故郷と宮古島で空と土が同じ色というのは偶然の一致です。夏には空は驚くほど青くなり、両方とも赤土です。These pictures are from Google Street View Maps. This is a road on the outskirts of Broken Hill, and this is about 10 minutes by car, from where I live now in Miyako. この写真は Google ストリートビューマップから撮ったものです。で、こちらはブロークンヒルの郊外の道で、もう一つは今私が住んでいる宮古島の家から車で10分ぐらい走ったところです。There are other strange coincidences between my hometown and Miyako. 他にも私の故郷と宮古島には不思議な偶然の一致があります。In this photo from Broken Hill, you can see a water tank on a hill and a red and white communications tower. Miyako also has water tanks on hills and communication towers. I've never seen these things in other cities I've lived in. ブロークンヒルの写真ですが、丘の上に水道タンクと赤白の通信塔が見えますね。宮古島にも丘の上の水道タンクと通信塔があります。私はこのようなものをかつて住んだ町で見たことがありません。And some trees are exactly the same. It's very strange. そして何本かの木も全く同じです。とても不思議です。This tree is native to Australia and it also grows in Miyako. It can grow in hot coastal environments around Australia and Asia, but was grown in Broken Hill as a street tree for shade. この木はオーストラリア固有の木ですが、宮古島にも生えています。これはオーストラリアやアジア周辺の暑い沿岸地域に生えていますが、ブロークンヒルでも通り沿いに植えられていて、日陰を作ってくれます。In Miyako, we can find them by the beaches and in many parks and in the woods. The tree in this photo must be at least 10 meters tall. 宮古島では浜辺や公園や森に生えています。この写真の木は少なくとも10メートルの高さです。So how about the climates of Broken Hill and Miyako? では次にブロークンヒルと宮古島の気候はどうでしょうか。The summer high temperatures are not so different, but Miyako is a little cooler. I guess that's because of the ocean around Miyako, although I think the UV light is probably about the same level. 夏の高温はあまり違いはありませんが、宮古島の方が少し涼しいです。多分それは周りの海の影響だと思いますが、紫外線の強さは多分同じぐらいだと思います。One big difference is that Broken Hill has a gap between the day and the night temperatures, even in summer. But to be honest, that's not my memory. 一つの大きな違いは、ブロークンヒルには夏でも昼と夜の気温の大きな差があります。実はこのことはあまり私の記憶には残っていないんです。I can remember so many nights when my sisters and I couldn't sleep because it was too hot. 私が覚えているのは、あまりにも暑くて、姉ともども眠れなかった夜のことです。Broken Hill's winter is quite cold, and the day-night gap is quite large. If we look at the average low for the year, we can see there is a 10-degree difference between the yearly lows. ブロークンヒルの冬は非常に寒く、やはり昼と夜の差が激しいです。年間の平均最低気温を見ると、実際の最低気温との間に10度の差があります。And of course,
the amounts of rainfall and humidity are totally different. そしてもちろん降水量も湿度も全く違います。Miyako Island has 3 times the population of Broken Hill. 宮古島の人口はブロークンヒルの3倍です。It's difficult to compare the number of households because we don't have detailed information about how many dwellings exist in Miyako. また所帯数を比べるのは難しいです。というのは宮古島にいくつかの住居があるか詳しい情報がないからです。Broken Hill has almost no apartment buildings, but Miyako has a lot of apartments and also dormitories for construction and hotel workers. So I guess there are many households with only one person in Miyako. ブロークンヒルにはほとんどアパートタイプの家はないですが、宮古島にはたくさんのアパートや建築・ホテル関係者の寮があります。宮古島には1人だけで住んでいる家もたくさんあると思われます。As for all of my neighbors, the average household size is 2 people. I live on the outskirts of Hirara, which is the main town on Miyako Island. 私の周りに住んでいる人たちの平均所在人数は2人です。私はヒララの郊外に住んでいます。ヒララは宮古島の大きな町の一つです。So most of the land in Miyako is used for agriculture. 宮古島のほとんどの土地は農地として使われています。Most of the fields you can see are for sugarcane, but to the south are some tobacco. で、ここのほとんどはサトウキビ畑ですが、南の方に行くと少しタバコも栽培されています。These are greenhouses. Some are for mango, but others are for vegetables such as bitter gourd, orange melons, tomatoes, etc. Almost all regular vegetables can be grown here, but just in a different season. で、ここが、温室です。一部はマンゴーを栽培していますが、ほとんどはゴーヤ、オレンジ、メロン、トマトなどの野菜・果物です。少し時期がずれますが、ここではほとんどすべての一般的な野菜を育てることができます。For example, we can get fresh tomatoes from around New Year and they'll finish soon. And asparagus grows almost all year. 例えば、お正月頃から美味しいトマトを手に入れることができますが、もうすぐ終わります。アスパラガスはほとんど一年中収穫できます。The greenhouses protect crops from wind, heavy rain, and insects. 温室は作物を風や豪雨や害虫から守っています。Many people who visit Miyako ask, where are the rice fields? We can find rice fields on the main island of Okinawa and also on Ishigaki Island. But the rice fields in Miyako disappeared some decades ago. I couldn't find out exactly when, but perhaps around 50 years ago. 宮古島を訪れる人はよく、どこが稲の田んぼですかと尋ねます。沖縄本島、石垣島では田んぼを見つけることはできますが、宮古島の稲作は何十年も前に消滅しました。いつとはっきりは分かりませんが、多分50年ほど前です。Which of these pictures is scuba and which is Miyako? この航空写真はどっちがつくばでどっちが宮古島だと思いますか？ Please look at Google Maps one day. You might be surprised to know that the aerial view of Tsukuba is not that different to Miyako. If you check a place in very rural Ibaraki, the difference will be less. いつか Google マップを見てください。見て驚かれると思いますが、空からのつくばの景色は宮古島の景色とそんなには変わらないのです。茨城のもっと田舎の地域をチェックしてみれば、さらに違いが少なくなるでしょう。In this photo, we can see the Sakura River, and this view is east of Tsukuba University. The top is Miyako. Rice fields are
much smaller than sugarcane fields, and Miyako has no rivers. この写真では桜川が見えますが、この景色は筑波大の東側です。一番上が宮古島です。稲の田んぼはサトウキビ畑よりもずっと小さく、宮古島には川がありません。What is this crop and where is it? この作物は何でしょう。そしてここはどこでしょうか。You might be very surprised to know that buckwheat grows well in Miyako. One restaurant grows their own soba and grinds it by a stone mill. Their handmade soba is very delicious. 多分驚かれると思いますが、宮古島ではそばがとてもよく育ちます。あるそば屋は自分のそばを栽培し、石臼でひいています。そこの手作りそばは非常に美味しいです。Speaking of soba, in Miyako, some foods have the same name as those in other parts of Japan, but actually they are different. そばといえば、宮古島には日本の他の場所と同じ名前を持っているけれど、中身が違うという食品があります。This is Miyako soba. It's very simple, but the noodles are made from wheat, not buckwheat, and they also contain ash. それが宮古そばです。とてもあっさりしていますが、このそばはそば粉ではなくて、この麺はそば粉ではなくて、小麦粉で作られていて、そこには灰の成分が含まれています。And this is tempura. You can get vegetable ones or fish ones. You'll be surprised the first time you try them. They're delicious, but I think they're a kind of a frita. そしてこれが天ぷらです。野菜や魚の天ぷらがあります。初めて食べたら驚くでしょう。とても美味しいのですが、私には一種のフリッターのように思います。Sweet round donut balls are also called tempura by local people. で、この甘いボール型のドーナツも地元の人は天ぷらと言っています。So how about the buildings of Miyako? 宮古島の建物についてお話ししましょう。Like many places in Okinawa, long ago houses were made of wood and had a red tile roof. Garden walls were made from limestone rocks. If you go to Taketomi Island next to Ishigaki, you can see a whole village like this. 沖縄でよく見られるように、昔から家は木で作られ、赤いタイルの屋根がついていました。庭の塀は石灰岩で作られていました。石垣島の隣の竹富島に行くと、このような家の集落全体を見ることができます。Later, the walls might have been half wood and half concrete, like in this photo from 1972. その後、壁は半分木、半分コンクリートで作られたようで、1972年のこの写真でわかります。This old house has concrete brick walls and a limestone block wall. で、この古い家にはコンクリートレンガの壁と石灰岩の塀があります。And this house, which is now a cafe, has concrete walls, or it might be concrete covering concrete blocks. で、この下の古い家は今はカフェとして使われているんですが、コンクリートの壁またはレンガにコンクリートモルタルを塗った壁が使われているようです。So it's hard to find such houses in Miyako now. The same is as hard to find traditional houses in Ibaraki. で、今やこのような家を宮古島で探すのはなかなか難しいんですが、それは茨城の場合も同じです。You might be surprised to know that some houses in Miyako used to have some kind of straw for the roof. This photo was taken in 1971, so just 50 years ago. I think they've totally disappeared, so I don't think any exist at all now. これは聞いて驚かれると思いますが、宮古島では一種のわらぶきの屋根がありました。
この写真は1971年に撮ったものですが、つい50年前です。そのような家は完全に消滅し、今何か残っているかは分かりません。The main area of Hirana has also changed. Here and there you can still find traditional houses, but almost all are gone. ヒララの中心部も変わりました。ところどころに昔の家を見ることはできますが、ほとんどは消えてしまいました。Hirana is now tall buildings made of concrete with flat roofs. Most are painted white to keep them cool. ヒララには今や平らな屋根のあるコンクリート製の家が多いです。ほとんどが涼しくなるように白に塗られています。This house is a very typical modern concrete house. この家は典型的な現代のコンクリートの家です。But some, like this one, have almost no windows. I guess these people must use the air conditioner every day, but they don't need to worry about typhoons. And here is a modern concrete apartment block. けれども、このような家にはほとんど窓がありません。多分ここの住人は毎日エアコンを使わなくてはならないでしょう。でもその代わりに台風の心配をする必要がないわけです。でこれは現代的なコンクリートアパートが並んでいるブロックです。This photo is of the same street but in the other direction. We can see that still a few old houses with a tile roof exist. でこの写真は同じ通りですが、違った方向から撮ったものです。今でもタイルの屋根がついた古い家が少し残っているのがわかります。When people think of Miyako, they think of white sand beaches and beautiful oceans. And that is true, but this island has a lot of other nature. 人が宮古島のことを考えるとき、白い砂浜と美しい海を思い浮かべると思います。それは確かですが、この島には他の自然もたくさん残っています。Almost every day I go to Ono Woods with my dog. ほとんど毎日私は犬を連れて大野山林へ散歩に行きます。From mid-April, we can see and hear very beautiful birds, such as the ruddy kingfisher and paradise flycatcher. 4月の中頃から琉球赤小瓶や三光鳥のような美しい鳥たちに会い、声を聞くことができます。These birds go somewhere in Southeast Asia for the winter and live in Miyako from late spring to late autumn. でこの鳥たちは冬になると東南アジア方面へ飛んでいきます。そして春後半から秋の終わりまで宮古島で暮らします。Many bird watchers come from all over Japan to try and find the birds and take photos, but my dog and I can see them every day. 多くのバードウォッチャーが日本中からやってきて鳥を探し写真を撮りますが、犬と私は毎日彼らに会うことができるのです。And if you're super lucky, you can find a kind of a giant skink. These are very rare. もしあなたが特別に幸運だったら、ある種のオオトカゲに出会うことができるかもしれません。それはとても希少なものです。I saw one last year in the woods, and this spring I saw two near the coast. They're very beautiful. 私は森の中で去年1匹、今年の春2匹海岸で出会いました。とても綺麗でした。By the way, Miyako has no poisonous snakes, so please don't worry about walking in the woods. ところで宮古島には毒蛇はいませんから、森を歩くときに心配する必要はありません。So we are out of time today, but later, if you want to see videos and photos of Miyako, please search for Simple Living Okinawa on YouTube. A few years ago, I drove around the island, taking some videos as a volunteer for the Miyako Triathlon. Unfortunately, I don't have any videos of Australia, but of course you can search on YouTube for some keywords. 今日お話しする時間も残り少なくなってきました。今後もし宮古島のビデオや写真をご覧になりたければ YouTube の
シンプルリビング沖縄をサーチしてください。2、3年前、宮古島トライアスロンのボランティアとして島中をドライブしていくつかビデオを撮りました。残念なことにオーストラリアのビデオは一つも持っていませんが、もちろん YouTube に何かキーワードを入れてサーチできます。But before we go to question and answer time, let me try to play you a video of my dog and I walking in the woods. You can hear birds singing. They are the akashobin and kinbato. 最後の質問タイムに行く前に、犬と私が森を散歩しているビデオをお見せします。鳥のさえずりが聞こえます。赤小瓶と金バトです。Thank you. ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後のこの動画、皆さん聞こえましたか？ちょっと耳をよく澄まさないと鳥の鳴き声というのは聞こえないかもしれないんですが、きっと動画だとなかなか拾えない音とかもきっとあると思うんですけど、きっとここを歩いてると鳥だけじゃなくていろんな音が実際に聞こえてるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。ではこれより質疑応答に移りたいと思います。会場にいる皆様でご質問がある方は挙手をお願いいたします。ご質問がある方いらっしゃいますでしょうか？はい。Thank you for your presentation. I really enjoyed your explanation about Australia and also the Miyako Island. So my question is, Australia is a much larger country, like 22 times larger than Japan. So what is the time difference between the east end and the west end? What is the time difference? Sorry, Maki Haru-san. Just a second. Shall I interpret? This question. オーストラリアのお話ありがとうございます。オーストラリアの面積は日本の22倍とおっしゃられましたが、東と西の時間差はどのぐらいありますか？ Okay, it's a great question. I'm sorry, I didn't know exactly. I'm sorry. But the answer is, so my younger sister lives in Melbourne and another sister lives in Sydney. And Sydney and Melbourne, so the east side are usually 1 hour difference from Tokyo. Or in summertime, called daylight savings time, they are 2 hours different. 私の姉妹がメルボルンとシドニーにそれぞれ住んでいるんですが、東京との時間差は普通は1時間、そして夏デイライトセービングをしているときには2時間の差があります。Sorry, I don't know, if you can see my computer, I'm showing a map of the time zone, and we can see that the east coast and the west coast, they are 2 hours different. And I went to university in Adelaide in South Australia, and it's only 30 minutes different, usually, from Sydney. 東側と西側では普通は2時間のタイム差がありますが、例えば私が行ったアデレードのある大学の都市とシドニーとの間にはわずか30分の時間差です。 But, sorry, I don't know, if you can see my computer, I'm showing a map of the time zone, and we can see that the east coast and the west coast, they are 2 hours different. And I went to university in Adelaide in South Australia, and it's only 30 minutes different, usually, from Sydney. 東
So I'm kind of amazed that now I live in Miyako, and Miyako is 3 hours by airplane from Tokyo, but there is no time difference. So Tokyo and Miyako are the same time, but in Australia there are 3 different time zones. で私は今宮古島に住んでいますけれども、宮古島と東京の間には時間差は飛行機では3時間もかかるのに時間差はありません。でオーストラリアの場合には、地域によって、3時間の差があるところもあります。But I'm sorry, this map is a little bit difficult to understand, but why it said 10 and 11 or 9.5 and 10.5, the sun mark means it's summertime. でここはちょっと分かりにくいのですが、夏のサマータ、デイセーブ、Daylight saving. デイセーブ、sorry, what do you say? Daylight saving. デイライトセービングがありますので、時間が複雑に書いてありました。Okay, please wait 1 moment. Sorry, can you see my computer? It's daylight savings. Now I know, thank you. But actually, daylight savings is not in all states. So daylight savings is only in South Australia, New South Wales and Victoria. デイライトセービングは、全土でやっているわけではなくて、そこの South Australia, New South Wales and Victoria. その3州でやっています。And I think why is these have a large population and they are quite south. But Queensland has a large population, but it's very north. So naturally the day is longer. Sorry, the last part. Okay. What is So South Australia, New South Wales and Victoria, they have a large population and they are very south. But Queensland has a large population, but it's very north, and north means day is longer in Australia. で、ここの今下の、オレンジ茶色の部分は南部で、人口が多いです。ところがその上のビクトリア州も、とても人口が多いのですが北部です。で北部というのは、昼間の時間が短いということです。長い。So please remember that Australia is in the southern hemisphere. So north is the day is long. Opposite with Japan. はい、オーストラリアは南半球にありますから、北と南の意識が違う、逆です。So that's why Queensland doesn't have daylight saving. ですから、クイーンズランドではデイライトセービングがやってません。Is that okay? よろしいですか。So if you fly from Tokyo to, or anywhere, Japan, if you fly from Japan to Australia, you don't get jet lag. ですから時間差がないので、東京とオーストラリアを旅行なさるときには、ジェットラグがないです。はい、ありがとうございました。今ご質問にあったように、日本と比べると20倍くらいの国土の差があって、とても大きな国であることが分かったと思います。ただ人口で比べると日本の5分の1っていう、日本に比べると少ないですよね。で僕もちょっと調べたんですけど、オーストラリアっていうのは人口密度の少ない国として世界2位だそうです。でちなみに1位はモンゴルでした。はい、で今説明があったように同じ国でも最大3時間の時差があるっていうのもなかなか日本にはないですよね。こういうのもとても聞いていて不思議だなと思いました。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。
talk about a little more if I could. So if we go back to food, I want to ask people how to make scones. So what does everybody think? How do you make scones? じゃあもうちょっと前の部分に戻ってスコーンについてちょっとお話をしたいと思います。So please everybody think, how do you make scones? どうやって作るかご存知ですか？So scone is very simple. It's just plain flour, baking powder, butter, and milk. とても簡単で、小麦粉とベーキングパウダーとバターとシュガーのシュガー If you want to, you can put sugar. で、もし必要なら砂糖も入れます。And you shouldn't mix them very much. So you should mix them just a little. ちょっとだけ混ぜて、あまり混ぜすぎないようにするのがポイントです。And they should be a circle, で、not triangle. 三角じゃなくて丸く作ります。So they are totally different to the scone you can find in Starbucks or Japanese cafe. スターバックスとか日本のお店で見るスコーンとは全く違うと思います。So please find a recipe and try to make them. ミートパイは家庭で手作りしたりするんでしょうか。As for meat pie, the Australian people can make at home. Actually, my father used to make them. So my mother could make them, but my father was very, very good at baking. So I think one generation ago or two generations ago, people made them. But I think my sisters never make them. お父さんがとてもお上手だったそうで、なんかご兄弟はあまりお上手じゃないそうで、ちょっと世代が古い方が上手そうです。So I think my younger sister never imagined to make them. She would just buy it. そして作ろうとはしません。冷凍で食べる。Can it be frozen? Yes, you can. Actually, you can buy them frozen. So if you go to any big supermarket, so it looks like in Japan, an Aeon or Kasumi or something, if you go to the frozen corner, you can find them frozen. And you can find mini ones that are maybe 5 centimeters big. で、冷凍売り場に行けばイオンでもどこでも日本でも手に入ります。で、このちっちゃな直径5センチぐらいのサイズの小さいサイズもあります。You can make them if you have some pie in Japan. If you buy pie sheet, and if you make some minced beef yourself, or please try and put curry in there. You can make a curry pie. 中にカレーを入れたりしてご自分でも作ることができます。いいですか。はい。Can I have a question about the scone? Yeah. When I visited Scotland, I stayed at some very bed and breakfast, and at that the owner of such inn made scone for our breakfast, and it's very simple taste, and Yes. I love it. And maybe the women love scone, and female, especially the female people, have some image about scone, and it's very traditional, and it's. Do you have? It's a kind of the food with the memory of their childhood. For me, not a memory of childhood. It's just
always. So my father was very good at baking, so my father made scones every week, sometimes more than one time. And my mother could make scones, but my father's are better. And my grandmother made scones. For my generation, everybody made scones. And by the way, I can make scones. But the taste is different according to the family. But my family made very traditional, simple one, maybe same as you had in Scotland. So you can put fruit in it, but my family almost never put fruit in it. So please think that scone is like bread, but quick bread. So you can make it very quickly, less than 20 minutes, with very simple things. And so my grandparents were Scottish, and long ago people were poor, or people didn't have refrigerators. So there were no chocolate chips or cranberries or something. So people just made very simple one for breakfast. Yeah. So the material is very simple, therefore it keeps long without refrigerator. And you should eat scones that day. The next day they are not delicious. And very simple scones also have no butter. No butter. No, because long ago people didn't have butter. Butter was for rich people. Or in Broken Hill, there was no refrigerator and no cows. So my hometown doesn't have milk cows. So no cream, no milk, no butter. So if you could get milk, you use milk, but maybe no butter, or you just use water. So poor people just used flour, water, baking powder, and salt. So in Japanese word, there's okuro no aji, and I think My that mom's it's cooking, one yes. of the mother's taste. Yes. Okay, thank you. So if we look at the fritter, please go, the tempura. So I think you'll be surprised. If you come to Miyako and you eat the tempura, you don't think this is tempura. So what's the difference? So it's like the scone. So for you, so everybody, how do you make tempura? So Makihara-san, how do you make tempura? Flour and water, water, and little salt. Okay, so these tempura, they have flour, a little water, and many eggs. Egg. That's the fritter. It's the fritter. So this is kind of like okonomiyaki tempura. It's very delicious, but it's not like Kanto tempura. Totally different. Yeah. So as the result, the skin is more light without egg. With egg. Yes, Kanto one, yes, and Kanto one is crunchy. But these are kind of like tempura dango. More softer and more watery. It's kind of like if you got like takoyaki, if you were trying to make takoyaki but then you put it in hot oil, it's like that. So these are kind of bowl, tempura bowl. Please come and try them. Yeah. But you'll be surprised. And you talked about the tempura with fish. Yes, so these ones in this picture have vegetables, but you can also get fish one. But the fish is, what kind of fish? Something white fish.
And it's ground. It's like a ground fish. No, piece of fish. Piece of fish. So a little bit like Scotland or England or Australia fish and chips fish. はい、ありがとうございます。はい、今、食べ物についてのご質問、ミートパイがありましたけど、世代によって食べる食べないがやはりオーストラリアにあるんですね。僕もミートパイって聞くとちょっと食べたことがない気がしますね。ちょっと1個前なのかもしれないですね。で、今天ぷらについての質問があったと思うんですけど、材料としては、水と小麦粉と卵を入れるということで、お好み焼きのような、たこ焼きのような食感が想像されますね。アンさんは、来てくださいって言ってたので、実際行った時皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、ですかね。今、僕も実際オーストラリアに2回ほど行ったことがあるんですけど、コアラの話をアンさんされていたと思うんですけど、オーストラリアっていうのは確か世界で唯一コアラが抱っこできる国ですね。Now, 今 in many places you can't hold a koala で because it's not kind to the koala. Koalas have stress. そうですね。で、どこでもコアラを抱っこできるわけじゃなくて、この州によってコアラが抱っこできるできないっていうのが決まってまして、Maybe now almost all places you cannot hold it. So they can put it on a tree near you, but many places you can't hold it. But why do you want to hold a koala? やはりこんなオーストラリアというと僕もやっぱコアラを抱きたくなって調べたんですけど、ケアンズとかゴールドコーストとかは抱っこできるんですけど、確かシドニーとかのエルブロンとかは抱っこできる動物園がないっていうことなので。But it's because they have stress. But koalas are scary. そうですね。コアラの爪すごい鋭くて、結構服とかもビリビリに They な have ったり。 very long claws. そうですね。長い爪で結構激しいですね。I don't want to hold a koala. I touched one. They're soft, but they're scary. 今アンさん言ったようにコアラってすごいストレスをやっぱり感じやすい動物として有名で、今そういう抱っこできるできないところがあるっていうのはやっぱりオーストラリアと国全体としても動物の保護をしっかりしてるっていうことが分かったんじゃないかなと思います。ではお時間になりましたので、これにて終了とさせていただきます。ご覧いただいた通りオーストラリアについてたくさんの資料を作成してくださいました。広大な土地を生かした自然豊かな国であることがよく分かったと思います。また今住んでいる宮古島についても詳しく説明してくださいました。なかなか外国の方が日本の生活についてどう思っているかというのは、普段聞くことがないのでとても新鮮でしたね。アンさん、そして通訳の牧原さん、本日はありがとうございました。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。Everyone, thank you for coming and thank you to the staff for helping. さて、次回の世界お茶のみ話は6月18日土曜日に開催いたします。来月はフランスの公演を予定しておりますので、ぜひご期待ください。開催方法などの詳細につきましては、協会ホームページ、Facebook にてお知らせいたします。そちらをご確認ください。それではまたのご参加お待ちしております。本日はご来場いただきありがとうございました。